はい、こんにちは、梅野です。本日はこのマクロレンズを使ってお花の写真を撮っていきたいと思います。はい、今回使っていくマクロレンズは、ニコンのニッコール MC105 2.8 の S っていう中望遠のマクロレンズになってます。これでお花の写真とか、他の風景とか、撮っていきたいと思います。はい、1枚目はこの彼岸花を撮っていきましょう。で、赤い彼岸花とか白い彼岸花とかあったんですけど、まずはこのオーソドックスな赤の彼岸花を撮っていきます。で、他の彼岸花はちょっと枯れてまして、前ボケとかに使っても汚いかなと思ったので、1本の彼岸花だけを撮っていきます。で、普通のレンズで撮ると全体を撮れるんですけど、今回せっかくマクロレンズ使っていくので、お花の中の一部にフォーカスして撮っていきたいと思います。で、赤いお花で今逆光で光が当たってますので、この赤の色にもちょっとツヤのある部分がありますので、そこを目立たせるような感じで写真を撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。マクロレンズは被写界深度がすごい浅いですので、一部だけにピントがあって他がバンとボケてしまいますので、ここは F 値を10まで絞ってできるだけピントの合う範囲を広げて撮っていきます。 F 値絞ることでシャッタースピードが落ちますので、 ISO 感度320まで上げてシャッタースピード320分の1秒出るようにしています。で、今回は赤色のこのツヤっていうのを目立たせて撮りたいので、ハイライト重点速光に設定して背景を暗くして赤のツヤっていうのを目立たせて撮っていきたいと思います。はい、撮った写真がこんな感じになります。背景を暗いところを選んで速光モードをハイライト重点速光で撮りましたので、全体的に暗くなりまして赤色が飛ばないような写真になったと思います。で、そのおかげでちょっとこの光が当たって赤色のツヤの出ている部分もしっかり撮れたと思います。で、この写真の前に、ちょっと試しで撮った写真がこっちになります。3分割の左上の横のラインのところに背景の緑のラインを入れて撮ってみたんですけれども、これはこれでいいかなと思うんですけど、赤色と緑色の補色になるのでいいかなとも思ったんですけれども、ちょっと目線がばらつくというか、多分背景の緑のところにも目線がいってしまいますので、それやと背景をシンプルにしてもう黒一色にして本来見せたかったこの赤色のツヤっていうのを目立たせる写真を撮ってみました。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここのオレンジのお花を撮っていきます。黄色から濃いオレンジまでグラデーションで変わってるお花で綺麗なので、これをちょっと横の構図から撮っていきたいと思います。で、背景がまた緑の葉っぱがありますので、オレンジと緑の色味の補色になってよりこのオレンジのお花の色が目立つと思いますので、ちょっと横の構図から撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここはちょっとソフトフォーカスな雰囲気で撮っていきたいなと思いましたので、 F 値は下げまして 4.5 に設定しました。で、この場合で、ISO 感度は100に設定してシャッタースピードは160分の1秒になっています。で、ここは色味の明るさを出したいのでマルチパターン速光を使って露出はプラマイ0で撮っていきます。はい、撮った写真がこんな感じになります。シンプルに3分割の右下の交差点にお花を配置しまして、F 値を開放気味にしたことでちょっとソフトフォーカスな雰囲気が出て、なんていうかな、メルヘンな雰囲気の写真になったかと思います。で、初めはマクロレンズなのでこっちの日の丸構図のハイアングルから撮ってみたんですけれども、ちょっと後ろの葉っぱが近くて背景がちょっとなんていうかな、邪魔というかそんな感じになったので横の構図に変えまして、でかつソフトフォーカスにしたことでちょっとメルヘンな
世界観っていうのが出たんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はお花に水滴がついているところを撮っていきましょう。この辺さっきお水をあげたみたいで花びらに水滴がいっぱいついてますので、この黄色のお花であったりとか、ちょっとこのちっちゃい、これなかなか映らないんですけど、ちっちゃいお花とかに水滴がついてますので、その辺にフォーカスして撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。花びらの全体にできるだけピント合わせたいので、縁は10まで絞って撮っていきます。でシャッタースピードが絞った分遅くなりますので、ISO感度200まで上げて、実際のところに向けた場合は200分の1秒出てますので、これで撮っていきます。で水滴がついているところだけをこう強調して撮ってみたいので、ハイライト重点速攻に設定して余計な背景とかは暗く、で水滴のところだけはっきりするような写真で撮っていきます。はい、どういった写真がこんな感じになります。花びらに、水滴がついているところにフォーカスして撮ってみました。でマクロやと結構ボケてしまうんですけど、F 値10まで上げたことで、なんとか、全体的とは言わないんですけど、そこそこピントがあったと思います。でこっちの花びらのやつとか、でこっちの黄色のちょっと雫が垂れそうな感じとかが撮れました。で今日ちょっと風が強くて花びらがバタバタするんで、なかなか思うようには撮れてはないんですけど、一応マクロっぽい写真が撮れたんじゃないかなとは思います。そしたらちょっと他のところも撮っていきましょう。はい、次ここのお花を撮っていきましょう。花びらのこの色のグラデーションがすごい綺麗なので、ここを撮っていきます。お花撮る時にピントを合わせる位置っていうと、この花粉がつくところ、ここにピントを合わせるのが基本にはなるんですけれども、今回はこの花びらの色のグラデーションが綺麗だと思ったので、この花びらの方にピントを合わせて撮っていきます。でマクロなのでぐっと近づくんですけれども、もうこう全体を映そうとせずに、もう一部だけ、ピントは合わないんですけども、こういう感じ、一部だけ見せて、で僕が撮りたいこの花びらのグラデーションっていうのを強調して撮っていきます。でこの色を強調したいので、背景の緑を使うのもいいんですけど、他の色もちょっといろいろ混じってますので、それが邪魔になるので、ここはハイライト重点速攻を使って、背景はちょっと暗めにして、この色味だけを見せるような写真を撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。でボケ感も使いつつで、花びらのところにピント合わせて撮りたいので F 値は8に設定しました。でここは ISO 感度100でシャッタースピードは250分の1秒出ています。で背景を暗くするために、ここはハイライト重点速攻を使って露出はプラマイ0で撮っていきましょう。はい、といった写真がこんな感じになります。花びらのこの色のグラデーションに注目して、撮った写真になります。なのでお花全体を写すんじゃなくて、もう一部に配置して花びらの色味を見せるような写真にしてみました。でハイライト重点速攻を使ったので、背景が暗い感じになって、この赤とオレンジのグラデーションがより目立つ写真になると思います。で普通のマルチパターン速攻で撮った写真がこちらになりまして、これはこれでいいかなとは思うんですけれども、背景に明るいところがあって花びらの色も鮮やかに出ているとは思うんですけど、今回はもう花びらだけ、ここの色味のグラデーションが綺麗だなと思って、ここだけを撮りたかったので、今回はこっちのハイライト重点速攻を使って、背景はシンプルに花びらの色だけを見せる、そういう写真にして撮ってみました。はい、今回はこのマクロレンズでお花の写真を撮りに来ておりました。ちょっと久しぶりにマクロレンズ使いましたので、思うように撮れてはないんですけれども、一応マクロっぽい写真を撮れたと思います。で今日はだいたい撮りましたので、またこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。
の声